アムロのオプションです。3万4000のコール買いが少し小さくなりました。徐々に損切りしている、そんな感じです。こんにちは。先物トレード研究所です。2023年6月30日、先物手口ほぼ毎日解説を早速始めていきたいと思います。本日のポイントは、膠着でも売り方向押しです。本日のメニューです。いつも通り7項目について進めていきます。まずマトリックスチャートを見ていきます。こちらが本日のマトリックスチャートです。今日は縦方向、つまりトピックスの売買が大きい、そんな感じがします。本日のタイトルにあった売り方向押しというのは、この縦の動きの中でも下向きの動きが多く見えるというような意味です。特に大きな動きが目立つのは、ソシエテ、BOA、JP モルガン、M モルガン。このあたりが縦方向でちょっと大きな動きが見えるという感じがします。ということで本日はこの4社に注目して見ていきたいと思います。ゴールドマンサックスもちょっと気になりますね。先物残高トップ15です。こちらが本日の先物残高トップ15の表になります。左から日経225の買いと売り、トピックスの買いと売りです。それぞれの縦玉残高の大きい順に並んでいます。昨日との比較は増減欄でわかります。10% 以上になると色がつきます。証券会社の色は証券会社ごとの過去最大との比較になっています。日経225買いトータルとして過去最大との比較がこちらの数値です。本日は 81.4%、昨日より 0.6% 減っているという状況です。トピックスですと 70.5% という状況です。本日の市況ですが、日経平均はマイナス 0.14%、トピックスはマイナス 0.33% ということで、どちらも下がりました。大きな変化のあったところを見ていきます。日経225の買いですと、ゴールドマンサックスが大きく買い増しをしています。ソシエテ、それからドイツが大きく決済をしています。日経225の売りですと、東海東京が大きく売り増しをしています。トピックスの買いですと、アムロが大きく買い増しをしています。ゴールドマンサックスとソシエテが大きな決済をしています。トピックスの売りでは、BOA、日興証券、大和が増やしてきました。一方、モルガンと UBS、BNP パリバが大きく決済してきています。縦玉残高変化に見る各社方向感の変化です。縦玉増減数に見る各社方向感の変化の本日の表です。この表は左に行くと買い方向、右に行くと売り方向の縦玉増減があったということを示しています。1行目は本日で10日分があります。日経とトピックス、それと全現月の合算にて買いと売り、どちらの方向へ変化したのかというのを表しています。日付の欄はオレンジですと日経平均が上がった、緑色は下がったということを示します。本日は下がりましたので緑色になっています。本日注目する4社、JP モルガン、M モルガン、BOA、ソシエテはそれぞれ今この位置にあります。注目各社の手口を見ていきます。まず JP モルガンです。JP モルガンはマトリックスチャートですとここにいます。昨日新たに買い方向で勝負を始めたみたいだと解説しましたけれども、やはり本日も買いを増やしてきています。JP モルガンについていくなら買いということになりそうです。JP モルガンは日経もトピックスも買いです。本日は日経を 2% 増やして、トピックスは 9% 増やしてきました。しっかり強気の上目線という感じがします。JP モルガンの手口です。まず図の見方を説明します。一番上が日経225先物の冷やしで、右端が本日になります。2段目以降は、現月ごとの先物の縦玉残高を棒グラフで表しています。青い棒グラフは買い、赤い棒グラフは売りです。JP モルガンの手口状況ですが、日経のラージを9月切りと
12月切り、ともに買い増ししています。一方、ミニの、9月切りを少し売り増ししています。トピックスははっきりと買い増ししています。トータルとしては上目線と見ていいと思います。方向感の表で JP モルガンだけが見えるようにしたものです。連日、買い方向の第1位です。相場が動かない雰囲気の中ですが、上がる仕込み時だと見ている、そんな感じがします。M モルガンの手口です。M モルガンは、マトリックスチャートですと、ここにいます。HSBC と重なってしまってちょっと見にくいですが、ここですね。下から上に動いてきた。つまりトピックスの売りを決済してきたのが M モルガンです。今まであまり見てこなかった M モルガンですが、本日は少し大きい動きでしたので注目してみました。M モルガンは日経もトピックスも売りです。本日は日経はほぼ変わらず、トピックスを 16.8% 決済してきました。トピックス売りの第3位ですので、十分大きな売り方です。売りポジションの決済ですので、上目線というか、下がらないことを警戒という感じがします。M モルガンの手口です。パッと見てわかるように、基本は売り方ということです。日経もトピックスも大きく売っています。ラージの12月切りで少し買いポジションがありますけれども、大きさが全然違います。本日は日経は変わらないままですが、トピックスを大きく減らしてきました。この売りポジションを立てた時期よりも、今は相場が上がっていますので、この決済は損切りになると思います。ここから上抜けされたらたまらないということで、売りポジションを縮小したのではないか。そんな感じです。それでもまだ大きな売りを抱えていますので、上目線というよりも上を警戒してきたという感じです。方向感の表で M モルガンだけ見えるようにしたものです。この表だけではっきりとは言えませんが、もしかすると買い方向に切り替わった初日ということかもしれません。ソシエテの手口を見ていきます。ソシエテはマトリックスチャートでここにいます。昨日はトピックスを最大限以上に買ってきたわけですが、本日は一転してトピックスを決済してきています。少し左方向にも行っていますので、これは日経も買いを決済しているということになります。ソシエテは日経もトピックスも買いです。本日は日経を 5.7% 減らして、トピックスはなんと 49.7% も減らしてきました。ソシエテは M モルガンとは逆に下を警戒している、そんな感じです。相場の方向感がない状況なので、各社ゴワゴワっていう感じですね。ソシエテの手口です。日経の買いがとても大きいということがわかります。この買いは6月 S q の頃に立てたポジションですので、今だと評価益になっていると思います。トピックスの買いポジションも同じです。今週は日経は徐々に買いポジションを減らしています。利確しているということになります。トピックスは本日急に約半分までポジションを減らしました。下目線というよりも下がる前に一部利確しておこうという感じに見えます。依然として大きな買いポジションを持っていますので、基本的には上目線ということになるかと思います。方向感の表でソシエテのみを見えるようにしたものです。毎日行ったり来たりではっきりした方向感は見えません。BOA の手口です。マトリックスチャートで BOA はここにいます。下向きに大きく動きましたので、トピックスを大きく売ってきたということになります。BOA は日経は買い、トピックスは売りです。本日は日経は 2% 増やして、トピックスは 28.5% も増やしてきました。売りポジションの増加ですので、下目線ということになりそうです。BOA の手口です。この手口状況ですが、日経は大きな買いポジション、トピックスは売りポジションを抱えています。日経の方はほぼ変化していませんけれども、トピックスを昨日に続いて本日
大きく売り増ししてきました。売り増しなので下目線だと言いましたが、日経は大きな買いポジションを持っていますので、これは NT ヘッジ状態ですね。下目線で売りを増やしたというよりも、日経の買いサイズに合うようにトピックスの売りを増やした。そんな感じがします。方向感の表で BOA のみ見えるようにしたものです。売り方向に傾いているように見えますが、先ほどの手口で見れば、目線が売り方向とは言えないという感じはします。オプション状況について見ていきます。アムロのオプションです。34,000のコール買いが少し小さくなりました。徐々に損切りしている、そんな感じです。33,375のコール売りが少し増えました。32,500のプット売りが少し増えました。アムロとしては34,000のコール買いに困っているという感じですが、全体としては今のままかもう少し上がってくれると嬉しい。そんな感じがします。ゴールドマンサックスです。33,000のコール買いがほんの少しですが小さくなりました。33,000のプット売りは少し大きくなりました。それ以外は変化がありません。32,500のコール売りプット買い、つまりここより下というポジションなのですが、これはちょっと困っているように見えます。今後これをどう処分するのか気になるところです。バークレーズのオプションです。33,500のコール買いを増やしました。33,000のコール買いも少し増やしています。33,000のプット買いを少し減らしましたが、ほとんど変化はありません。相場もほとんど動いていませんので、ポジションもそのままということかもしれません。なんとなく損失になりそうなポジションが多くある。そんな風に見えますので、トータルとしてはやはり苦しそうな感じがします。というように、このチャンネルは大口投資家たちの市場における動向を視覚的でわかりやすく表現する日経先物市場専門の解説チャンネルです。面白いわかりやすいと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。感想などコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。明日の予想と明日の冷やしです。明日の予想、明日の冷やしについては、私の相場感などは一切入っていません。過去のデータを統計的に処理した結果をベースにしまして、完全に機械的というか、プログラムで作り出しています。これらの仕組みについて解説した別の動画があります。概要欄にリンクを貼っておきますので、まだ見てない方はぜひご覧になってください。前日の答え合わせからです。昨日、終値は不明という予想、予想ではないというか、わからないという予想なんですが、結果は下でした。集計対象外です。引用予想も不明ということでしたので、陽線になりましたが、集計対象外です。本日、ハイフンを入れました。通算正解率は変わらず、4週間の正解率がこのような数値になっています。明日の終値予想。7月3日の日経平均終値は、本日の終値より下と予想します。明日の冷やし予想ですが、7月3日の日経平均の冷やしは陽線の予想です。最後です。スイングトレード売買サインです。スイングトレード売買サインについても別の動画があります。リンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってください。ご注意です。投資における判断はすべて自己責任でお願いします。スイングトレード売買サインバージョン2です。本日というのは月曜日の朝のトレードサインですが、買いです。なお現在は売りポジションになっています。最後まで見てくださった熱心なあなたにおまけの情報です。ゴールドマンサックスを見てみたいと思います。ゴールドマンサックスはマトリックスチャートですとここにいます。右方向へ本日動きましたので、右下方向ですね。右下方向に動きましたので、日経を買ってトピックスを売っているということになります。実際どうでしたでしょうか。こちらがゴールドマンサックスの手口です。日経の買いは小さすぎてほとんど見えませんが、ほんの少し買い増ししているように見えます。トピックスは確かに買いを減らしています。12月切りの売りもこちらは増やしています。ですのでトピックスは下方向、日経は買い方向ということになっているようです。ただトピックスの
下方向が結構大きいですので、ゴールドマン・サックスはここに来て下目線に切り替わったという可能性もありそうです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。